すいません、ちょっと各国の言語での翻訳の字幕を入れる時間がないんですよ。だから申し訳ないですけど数日待っていただければその間に字幕を作って入れますので、もう一度その時に見てください。もしくは設定の歯車のマークから、自動翻訳でどうにかしてご自分の言語で見れるようにしてください。自動翻訳に対応してない言葉もあるんでね、その辺は申し訳ないですけど、数日経ったらちゃんと字幕入れますのでよろしくお願いします。ではどうぞ。もう12月も中盤ですね。早い。今は以前パレットで作ったテーブルにワックスをかけています。一回ちょっとヤスリで表面を研磨してからワックスをかけています。これはパレットで作ったので材料費はタダです。作るのに2日ぐらいかかったからパレット製の家具を使うコツっていうか、パレットのテーブルなんて使ってる人あんまりいないと思うんですけどワックス仕上げとかオイル仕上げのやつってなんか結構熱い鍋そのまま直に置いたりすると色が変わっちゃったりとか、コーヒーこぼしたらシミになっちゃうとか結構気使うでしょ。でもね、コツはね、気を使わないことなんですよ僕はもうそういうの気にせずに、もうシミになろうが焦げがつこうが、もうそれは味としてこのテーブルの歴史として受け入れるそれがコツです。でもね、意外とあとは残らないですね、そういうの。もともとがパレットなんでただ気にならないってだけなんでしょうけど、これすごく綺麗に仕上げたテーブルだったらね、それ大事にしちゃうのもわかるんですけど、どうせね、うちなんか猫2匹いるしね、この辺ガリガリ引っかいたりするんですよね。ちょうどいいんでしょうね、この引っかかりが。なんか話そうと思ってたのにカメラをオンにした瞬間に忘れてしまいました。何話そうとしてたんだっけな。そうだ、昨日ね、メインチャンネルの方でナイフ空気が乾燥してて喉が痛い。このナイフのね、レストアの様子と、このジョーゴロートファンネル、これを作ったんですけど、結構ね30分超えの長尺動画になってしまったんですけど、もう最近なんかこういうことをしたりで、そのビデオを編集したりで、そのビデオに載せる音楽を作ったりするのが楽しくてしょうがなくてそれでね、音楽作るのにスノっていう
AI を使ってるんですよ。でそれがどういうものかというと、簡単に一番簡単なのは本当適当な歌詞でロックの曲を作ってくださいって言ったらなんか適当な曲ができるんですよ。で割とそれで楽しんでる人も多いんですけど、それだけだともったいなくて、なんかスノーが現在のバージョン5になってから、その前の 4.5 からだったかな、まあ分かんないんですけど、曲のカバーを作るっていう機能が追加されて、それで最近なんか YouTube にボーイとか日本の80年代のロックをソウルファンクバンドがカバーしたらこんな感じになるみたいなことをやってる動画を最近見るんですけど、ただね、その既存曲をそういう風にするのは楽しいんですけど、それだけじゃもったいなくて、そのねカバー機能のね真髄って僕が思ってるのが、そして僕が曲作りに使ってるのが、もうサックスとか、まあ鼻歌でもいいんですよ。それでね、こんな感じのメロディーっていうのをパーってメモしとくでしょ、iPhone で録音して、でそれをカバーさせるんですよ、スノーに。その音声をアップロードして、この曲にピアノとアコースティックギターでこんな感じのコードでこういう風なバッキングを伴奏をつけてくださいっていう風に指示すると、なんかそれっぽくね出してくれるんですよ。で、まあ、それで一発で思い通りにはまあなかなかいかないんで、それを何回もねやり直して、でまたこっちから音を追加したりして、途中からこういう風に展開させようとか、そういう風にして曲を作ってるんですよ。昔はそれをね全部一個一個コツコツプログラミングしていたんで、すごく時間がかかったし、もう途中でね時間がかかりすぎて、途中でこれ何やってんだっけって僕なんか分かんなくなっちゃって、だから作りかけの曲が山ほどあったりしたんで、いっぱいある作りかけの曲をそのスノーを使えばねどんどん曲として完成させられるのがもう楽しくて、本当にAI をね嫌う人もいるんですけど、なんか僕はねそうやってね便利に使うとすごく豊かになるし楽しいなと思って今ね夢中で使ってるんですけど、だからね、コメントでもなんか高い編集ソフト使ってるんでしょみたいな言われてる方がいらっしゃいましたけど、もう全然僕はねMac についてたガレージバンドでやってるんですよ。無料の音楽ソフトですね。それをリサイクル屋さんで3000円でねキーボードを買ってきたんですよ。キーボードって言ってももう本当練習用のなんかスピーカーがついててドラムの音も出せるよみたいなおもちゃみたいなキーボードでこうやってポチポチゆっくりメロディーを入力してるんです。ただね、そのキーボードが一応76件あるのかな、鍵盤の数が忘れましたけど、結構こんくらい大きいやつなんですよ。だからねちゃんとピアノを弾けたらもっとスピードが上がるなと、あとそのコード感、和声っていうんですかね、和音を自分のものにするためにピアノが弾けた方がサックスの演奏にもすごく役に立ちそうだなと、サックスの演奏とか作曲にもすごく役に立ちそうなので、今年はね今年はもう終わりなので2026年はねちょっとピアノを練習しようかなと思ってるんですよ。今ねコードとかはあそこにぶら下げてあるギターは一応コードだけは抑えられるんですよちゃんとは弾けないんですけど、 C はこう F はこうとか D はこうとかそれを覚えてるんで、それで曲のアレンジとかはやってるんですけどね、ピアノをねちょっと基礎からやっていこうかなと。1年みっちりやったらどんくらいいけるのか
サックスもねもう始めてから本格的に始めてもう丸4年経ちまして、もうね最初から見てくださってる方もいますよね。なんか最初のサックスを始めた年の12月の最後のビデオで僕がクリスマスソングを演奏してるんですけど、その時はねいやかっこいいな上手に吹けたなとか思ってたんですけど今見るとひどいです。もう恥ずかしくて見てられない、削除したいぐらいでもね僕のサックスのこの上達の歴史としてこれはもう甘んじて残しておこうと。恥ずかしいけどだからもしよかったらあれだから2021年の年末の動画かな、冒頭かラストかどっちか、冒頭だったかなでサックス吹いてるんで、よかったら聞いてみてください。今よりうわすごい下手くそだなってわかると思います、でもね4年間ちゃんと練習すれば、僕もまだまだですけど、それでね割と気になってる方もちらほらいらっしゃるヴィンテージの日韓のサックスね、あれもね一応ねまあほぼパッドは全部交換して一応全部の音は鳴るようになったんですよ。ただね演奏するとなるとねやっぱりね昔の楽器すごい難しいんですよ。難しいっていうのはなんか音を鳴らす時の息の抵抗感も全然違うし、こう僕がこう鳴らしたいっていう音を出そうとするとすごく息をたくさん使ったりとか、あとね音程ピッチがねピッチをちゃんとね維持するのがすごく難しいんですよ。ちょっと音痴になっちゃうんですよねだから今僕がメインで使ってるヤマハの現行モデルのやつはねすごくその辺はねもうピッチも正確だしすごく吹きやすいので、でもねこれも多分また 4,5 年練習したらもっともっと上手に吹きこなせるようになるんじゃないかなと思います、今日なんかすごいいっぱい喋ったな。去年の今ぐらいの時期ってすごく僕調子悪かったんですよね、今年はねとても調子がいいですいい年末いい正月を迎えられそうです。お金は全然ないけど気持ちには余裕があるそれじゃあ今日はこの辺にしておきます。じゃあまた次の動画でまだまだ今年も何個かビデオ作りますんでよろしくお願いします。